それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。CM が流れているようです。まあ、それはいいんですけど。はい。その時に、今日はね、インターネットいいと思います。ドカーンとちょっと今、今日、実は自分の本業の方で、お菓子を配りました。で、まあ、懐かしいと思うんですけど、結構駄菓子。こんばんは。よろしくお願いします。はははは。コミュニティのタブを初めて見ました。あ、そうなんですね。そうだったんですね。ちょこちょこ、書いてるんですよ。なんかライブが、なんつうの、中止しますとか、ああいうのが、どこで書いたらいいかなと思って、コミュニティでこう書いています。結構あれ、ダンさんとかフォローしてる方、書いてるみたいですよね。なので、たまに中止するときとかそうやって書かさせてもらってますね。はい。そうそう。で、この、学習支援というか僕本業の方で、今日1個余ったので、ちょっと、懐かしいかもしれない駄菓子をちょっと出しました。名古屋にそういうこう、卸売屋さんがあって、普通のね、スーパーとかでこう、なんていうの、こう、袋詰めした駄菓子がいっぱい入ってるものだと、結構高くつくんですよね。200円ってこうあっても、全然当たり前ですけど、200円分入ってこない。だけど結構その、卸売屋さんって、名古屋市のね、西区っていうところなんですけど、そこに行くとですね、今回はまあ500円ぐらいで詰めてくれっていうことで、20個ちょっと頼んで、で、今日、みんなに、生徒たちとかにね、配ったわけなんですね。まあまあいいボリュームがあるんですね。なかなかね、駄菓子とか食べないですけど、清水さんとか食べます駄菓子。なかなかね、食べないですよね。まあでも、今夏祭りっていうか、今日ね、そう、夏祭りもやってたとこありましたね。昼間ちょっと、取りに行ったら、どこだったかな？西区のちょっと商店街というか、でしたかね。やってました。まあ、あるところではちょっとコロナの関係で、夏祭りとかを中止したりとか、まあ今ね、さすが食べないですよね。またこれ、すいません、なんかね、これリロードするといいのかな？シメディ、最近はあまり食べませんね。ね、そうですよね。そう、まあ、僕はこういう教育関係でいるから、逆にね、良かったのかもしれないですけどね。はい。いろいろこう、勉強になるというか、こういったことも勉強になりますね。はい。はい。で、まあコロナとかで、やっぱこういう今夏祭りとかも中止が急に今増えてきてるので、難しい状況がね、出てきてるかもしれないんですけど、まあ僕のところはまあ本当にこう、こじんまりと、ちょっとね、思い出を作るみたいな感じでね、やっております。まあ一応、今週、イベント、3つ教室持ってるんですけど、終わりました。はい。またね、まあ、多分ハロウィンかな。で、またやろうかなと思っております。それで次、しめじさん、この間、ありがとうございました。これですね。買いました。SSD の、こちらの方が SATA ケーブルというもので繋いだ。もともとは、ポータブルSSD を買おうかなと思ったんですけど、まあ、USB 接続で僕、こういうキットを持ってたので、じゃあまあ、SATA の変換してるやつを持ってやれば外付けでもできるし、またこの1テラの方をどっかパソコンに内蔵もできますので、だったらもうこれ買っちゃおうと思って、これがね、今回は、8000円ぐらいでしたね。中古でした。1年落ちぐらいって書いてありましたね。まあまあ新品で買うのも1テラだとやっぱりね、1万円は超えますね、新品。まだ。まあ、昔からすればすごく安くなったと思うんですけども、
で、まあ、これを使っていろいろデータを今、はい、ありがとうございます。SSD 良かったです。はい。これなんか音声がね、こっちにやるとね、出るんですけどね。なんか、シメディ、これね。ソリッドステートドライブ良かったです。ソリッドステートドライブって言うんだ、SSD って。すごいな、この音声。SSD って書いて、ソリッドステートドライブって読み上げるんですね。はい。なんででしょうね、これ。なんか変ですね。リロードするとできるんだな。まあいいや。ということで、一応、快適になりました。はい。っていうご報告でした。まあちょっと、コミュニティの方では入れてないですけどね。はい。それではですね、今日、また、まあちょっとこの後藤達也さんの紹介もしていきたいと思うんですが、今日の特集は、決算のことね、いろいろまたできるだけね、話をしていきたいなと思います。やっぱ今週すごく話題が豊富じゃないですか。FMC もあったし、もうメタの決算とかいろんな決算があったので、まあそれを僕なりの観点で、いろいろね、お伝えできればなと思っております。でですね、その前に、またいつもすいません。これ、もう僕トレーダー、まあ、経済中心に話してますけど、トレーダーなんですけど、まあ、こういった脳のお話がすごく大好きなので、最初にね、ちょっとこのね、脳を活性化する10の方法っていうことで、またなんだっけ、この、ゆっくりチャンネルなんですけどね、をちょっと紹介したいと思います。これね、まずね、言いたいのがね、前半が、脳っていうのがどこがピーク、何歳でピークなのかっていう話をしてます。まあ、実際には記憶するものはいろんなものを記憶したりとか、識別していくわけなんですけど、いろんな脳にはいろんな部位があって、その部位ごとに、やっぱりその記憶するピークっていうのがあって、で、私たちも、じゃあもう全部中高年になっていったら、脳がダメになってしまうんではないかっていうことから、いや、そんなことはないっていうお話をすることによって、僕らがこれからその中高年にこうなっていって年を重ねるごとに、じゃあどういうものが得意で、どういうものが苦手になっていくかってことを知るだけでも、全然ね、これからその勉強していく中でも違ってくるかなって思って、今日はそれを出しました。そうじゃないと、僕もね、若い子たちとは当然衰えもあるんですけども、でも言葉だとかいろんなことは若い子たちよりもしかしたらいろんな言葉を使って喋ることができるかもしれない。それがね、ちょっとこの動画にはね、まあ言ってることがあるもんですから、これ紹介したいなと思います。最初ちょっとやってまた後半まとめいきますね。調査したそうだぞ。結構大規模な研究だね。その結果年齢に関係なく、ほぼ全ての年齢で、常に何らかの能力のピークが来ることが分かったそうだ。例えば総合的な情報処理能力と記憶力は18歳前後がピークなんだそうだ。18歳がピーク？そうなんだ。名前を記憶する能力は22歳でピークを迎えたそうだ。ピークを迎えるの、早くない？そして32歳前後で顔認識能力のピークを迎える。さらにハーバード大学の研究では、43歳前後で集中力がピークを迎えることが分かったそうだ。集中力は年齢を重ねてからピークを迎えるんだね。そして48歳頃に感情認知能力がピークを迎える。若い時は人の気持ちをなかなか理解できないのは、脳が未成熟だから仕方ないんだね。そして驚くべきことに、基本的な計算能力がピークを迎えるのは50歳頃なんだそうだ。ほとんどの人が学生を辞めてかなり経った頃だよ。研究によると、50歳で基本的な計算能力がピークに達するそうだ。まさかの。さらに、歴史的な出来事や政治的な思想といった一般的な情報を学び、理解する能力も、50歳前後までピークには達しないそうだぞ。意外すぎるよ。そして67歳前後で語彙力がピークを迎えることが別の研究から明らかになっている。67歳？もう定年退職されている人が増える年齢だよ。この研究から、語彙力がピークに達するのは、60代後半から70代初めと分かったそうだ。だからお年を召した皆さんは言葉をよく知っているのかな。長く生きてるから言葉をよく知っているだけじゃないのかもしれないね。こんな風に、脳の機能は一律にピークを迎えるわけじゃない。機能によってピークも衰えていくタイミングも違うんだね。つまり、脳は若くても衰えるし、
鍛えれば年を重ねても生き生き活躍することもできる可能性を大いに秘めている臓器ってことだな。そう言われると、なんだか希望が見えてくるね。では脳の老化は年齢のせいだけじゃないってことが分かったところで、脳が老化する原因としてここで一回止めますね。はい。今、紹介したように、どうやら、人のとぶ感情だとか、それから特には言語能力とか語彙とかですね。これはですね、どうやら、計算もそうなんですけど、50歳から60歳ぐらいでピークを迎えることができるっていう驚きの、お話がありました。なので、18歳まではさっきの情報処理、要は僕らで言うと多分丸暗記とかそういうお話だと思うんですけど、そういったものは18歳がやっぱピーク。だから高校生とかのところでは、なんていうのか、例えば、人物を丸暗記して覚えたりとか、そういうものに関しては、多分、18歳がどうやらピーク。僕ら25歳ぐらいかなと思ってたんですけど。で、計算に関しては50歳。なので、社会人になった方が、より、いろんな言語であったり、例えば数学であったり、清水さんだったらまた将棋でもそうですけど、多分ですけど、僕らがすごい中高年で、物忘れが多くなったりとかして、これ置いたなって思うのは、ちょっと考え方が違うかもしれないなと思ったんですね。なんで、こういう言語、例えば YouTube とかでも喋ることもそうですし、例えば人の名前とかを覚えたりするのが、ちょっと忘れがちになったとしても、人の気持ちを考えたりとか、感情とか、そういったものは中高年の方が当然よくわかるというか、脳の機能はまだ成長し続けるということになるんですね。で、英語もですね、多分、こういう年からやっても覚えられない英単語を丸暗記するんじゃなくて、多分ですけど、文とか言葉とか、あと興味を持っているジャンルの言語っていうのを見ていくと、結構習得できるんじゃないかな。僕も最近英語の方をよりライブでも流してるんですけど、結構専門用語が多くても、テクニカルなこととかね、やっぱ好きなので、結構頭に入ってくることもあります。やっぱ昨日の FOMC 3時半ぐらいかな。ちょっと見てたんですけど、昔だとさっぱりわからなかったのに、だいぶそういう話も聞けるようになってきたというか、解説も、分かってきたところもありますね。やっぱ大きいですね。こういった力っていうのが。それでですね、後半がですね、この脳を、若返らせる10の方法ということで、具体的に、中高年の方とかが、若返るには、どういう方法を取ったらいいかなっていうのを後半でちょっと話してます。待ってくださいね。ちょっとこれを飛ばしますね。8つ目は、10分間の空白時間。が巡れば、脳が活性化して元気になるね。4つ目の方法は、どっからだったかな。まとめで言えばいいや。ここはちょっと。感謝か。今日も美味しくご飯を食べられて幸せでした、とかね。霊夢の日記は毎日ご飯ネタが書かれているこの後、まとめてますね。見ねえよ。見なくてもわかるわ。やっぱり、おすすめなのは、感謝していることを一つ付箋に書いて、バスルームの鏡や冷蔵庫の扉、オフィスのパソコンなど、意識してもらえるといいなぁなんて思いますね。はい。日記に書くんじゃなくて、この小さなリマインダーは、それを見るたびに心を落ち着かせ、ストレスを和らげ、気分を上げてくれる効果が期待できるそうだぞ。じゃあやっぱり、マリサへの感謝を書いて貼っておこう。やめろよ。恥ずかしいだろ。マリサに感謝したら、また美味しいご飯をおごってもらえそうだし。そういうことか。強欲なだけかよ。なんでそんなに怒るのよ。寸劇がちょっと長いけど。なんで私怒られてるのとこんな風に日々の心がけで脳は活性化できるんだ。脳細胞の血流が良くなって、新しい脳細胞もすくすく育ったら、脳の老化も遅くできるし、まだまだ伸びていく脳の能力も活性化できるよね。このあたりのはずだけどな。脳だけにね。能力を。ほら、だから、脳と脳を。わかってミュージッる。ク消そう。面白いと思って言ったのに。年齢に関係なく脳の機能は老化していく。
日々の生活習慣次第では、老化を加速させてしまうこともあるんだ。だからこそ、日々の心がけで脳が元気になれるなら、やらないのはもったいないよね。脳を活性化させる方法は。あれ、えらい喋るな。ちょっと待ってくださいね。利き手と反対。一気にいっちゃった。適度な運動。脳を活性化させる方法は、規則正しく栄養バランスの取れた食事。時間の長さも質も満たした睡眠。適度な運動。それにプラスして、早歩き。ダークチョコを食べる。ここら辺言ってますね。姿勢を正す。利き手と反対側の手で文字を書いてみる。ブルーベリーを食べる。語彙を増やす。毎朝、今日のハッピープランを立ててみる。10分間何もしないし考えない時間を持つ。香りでストレス解消。そして感謝していることを一つ書いて貼り出してみること。どれも簡単にできるね。いきなり全部やろうとするとストレスになる。そしてストレスは脳に非常に良くない。焦らず気長に。でも怠けないで、できることから一つずつ、毎日の生活に取り入れてみるといいね。というわけで、今日はここ。バーっと言っちゃいましたね、最後。結局ここですね。当たり前ですけど、やっぱりその規則正しく栄養の取れた食事、それから、どちらかというと睡眠は質を満たしたもの。はい。僕もよく7時間から8時間っていうのをすごく意識するようになったので、もう今早起きして睡眠を削ることより、もう思い切って、例えばもう7時間取れるようにっていう風に優先しました。仕事がね、僕ゆっくりな、時が多いのでね、そういうことができますけど、やっぱサラリーマンの方とかは、この時間とかもう寝ないと、ね、大変ですよね。7時間取るって大変だと思います。必然的に、やっぱりもう、6時台に起きたりするともうね、削れちゃいますんでね。はい。でも、もし、睡眠とかはね、7時間取れない場合は、昼寝ができる環境でプラスして、6時間夜寝たら、1時間、昼寝ができるっていう状態だったら、合計で7時間になりますんでね。はい。あと、適度な運動と。これは、僕も卓球やってるのでいいんですけど、で、ここ、早歩きと、ダークチョコレートを食べる。普通のチョコレートではダメみたいですね。それから姿勢を正す。これ意外にね、忘れちゃうんですよね。はい。で、あと、ブルーベリーを食べる。あと、文字を書いてみるんだけど、反対の手で文字を書いてみるっていうのはなかなか抵抗ありますよね。忙しいと、そんな、工夫ができないっていうかね。不便な方でこう書いてみる。脳を活性化するのに、利き手と反対側両方使って字を書くっていうのは大きいみたいですね。語彙を増やす。語彙を増やすっていうのは大事かということですね。それから、毎朝今日のハッピープランを立ててみる。10分何もこの毎朝10分、ハッピープランを立ててみるっていうのは、僕で言うと、ノート、ジャーナリングしてるので、それでいいかなと。で、あと、10分何にもしないし、考えない時間を持つ。これも、よくある、マインドフルネスとか、マインドリセットっていうやつですね。これも、僕も意識してできる、はあります。香りでストレス解消。なかなかこれがね、できないですね。香り、ね、ありますよね。はい。でも、意識してやってることはいくつかあるなって感じはしました。はい。ということで、若い子たちはあんまりこういう脳のこととかを、気にしないかもしれないんですけど、私たちについてはこれから、やっぱり一番大事なものって健康なんですけど、健康も脳がボケてしまったら、それは健康とはもう言わないですよね。で、こういうコミュニケーションもそうなんでしょうけど、話ができて、人の気持ちも分かって、で、仕事もね、続けられることができて、そういう幸せな生活を送り続けるためには、僕は、お金も大事なんですけど、どうも。よろしくお願いします。お花さんよろしくお願いします。はい、もう雑談が終わるとこです。雑談じゃねえや、俺が勝手に話してるんですけど、脳の活性化については、
やっぱり私たち僕はすごい重要なところ、健康の、もしかしたら僕一番上かもしれないですね。この脳に関することについては。一番大事にしたいっていうか。はい。体が健康でも頭がもう悪ければっておかしいですけど、ただもう何も投資どころでもないし、はい。もう自分が自分で嫌になってしまうと思うんですよね。うん。それを自分で認めつつ、どのタイミングで、どの年齢で脳を使っていけばいいかなっていうことで、今回はその数学や、語学に関しては、すごくまだまだ中高年の人は鍛えればピークを迎えることができるよっていうことで、まだまだ発展できるよってことをお伝えしたかったですね。はい。若い人たちにはそういう丸暗記は勝てないけど、その他のことではね、十分勉強していけばもう脳も活性化できるということでね、良かったなと思います。はい。それではですね、今日の相場の方をチャッと見ていって特集の方に移りたいと思います。これ消して、後藤さんのやつは後で紹介すると。はい、参りましょう。10時半から、来ました。昨日、やっぱり、FOMC でバーンと最後上げた反動が来てますね。はい。ナスダックが 0.98、0.1。ただですね、S&P もまだ今下げてますけど、見てください。3997ということで、昨日、本当に久しぶりに4000超えました。4030ぐらいまで行きましたね。いやー、本当に、良かったな。まだ先物は4000超えてますね。はい。ナスダックの先物も12500ということで、ちょっとまだ、ナスダック乖離してますけどね。ナスダックは11900で、先物の方がまだ上にいますけども。はい。今日、またこれが下げ止まるかどうかですね。結局、昨日、ナスダック最後 4% まで上げてったので、4% これで落ちちゃえば、あんまり意味がないっていうか、何だったんだろうと思われるかもしれません。ですが、米国の2年債が今 2.868 まで下がってるので、急に短期債が下げました。ただ、半導体もこんだけ下げてるので、半導体銘柄はちょっとどうかな。決算をちょっと見ないとわからないですけど、もしかしたら、決算良かった企業が半導体あったので、ちょっと一旦お休みしているかもしれません。昨日上がってればね、また個別株見ていきたいと思います。10年債も 2.663 なのでだいぶ下げましたね。ほんと今日、この利回りだいぶ下がりました。久々この数字見ました。はい。ビックスの方は下がっていても、そうですね、昨日の22からそんなに動いてないです。まだ今安心してます。23ですのでね。はい。今日なんか変なことが起きなければ大丈夫です。今日あれか、経済指数っていうかGP、GDP かなんか出てるのかな？確か。はい。まだ出てないかもしれないですけど、ちょっとまた確認しますね。それから世界の方も見てきます。中国は変わらずです。香港も動きがありません。今日アジア全体に動きが、インドが戻りましたね。やっぱアメリカの影響これ大きいんじゃないかな。久しぶりに 17,000 に届きそうです。ベトナムは久々底打ったのかなっていう動きをしていますね。はい。はい。ですが、アメリカが昨日あんだけ上げてたのにもかかわらず、ヨーロッパはそんなに好感を持ってません。多分、これ独自の動きじゃないです。ヨーロッパは夕方からそんなに動きが反応してないですね。アメリカの相場と。
今日先物がどうだったのかな、ドイツとか。でも、今の時点だと、ドイツが13,100なので、変わってません。ユーロも3000、ユーロちょっと良かったですね。でも3620なので、ちょっと良かったですね。はい。目立ったところは今日はアルゼンチンがなんか 2.65 を上げてますね。珍しいですね、これ。ブラジルとアルゼンチンでこんだけ違ってるのは、アルゼンチンが何かいいことがあったと思われます。カナダはあんまり下げてないですね。はい。これ珍しいですね。はい。というところ、世界の動きはそんな感じです。コモディティ見てみます。あ、珍しい。ダウ指数が 1.89 なので、今日は高いですね。ということで、ゴールドが久しぶりに上昇しています。シルバーがすごいですね、今日。6.2% 上げてますね。これすごいですね。ボトムだったのかな。この反応はすごいな。この商品指数が高いっていうのもありますけど、その代わり、他の金属はそうでもない。上がってますけど、パラジウムも銅も。そうでもないです。銀が、もうすごいですね。はい。それから原油の方が、ちょっとピークからやっぱり陰りが見えましたね。はい。ガソリンも下がってきていますけど、最近ずっと100を上抜けないですね。96、99から95の間で推移してますね。はい。原油は。天然ガスはちょっとよくわからないですけど、今やっぱりヨーロッパの供給の関係でもう今まずいんじゃないかということで、ヨーロッパがガス不足になるんじゃないかっていう懸念からか、急騰してますね。今ちょっとおとなしいですけど。はい。ソフトコモディティですが、大豆とコーンが今短期的には上昇している状況です。長期だとまだ下落トレンドだと思うんですけども、はい。大豆とコーンだけちょっと今上がっております。短期的に。砂糖も上がってます。ただ小麦は下がり続けてますね。はい。面白い動きをしています、ここは。はい。ただ本当にこのソフトコモディティがもっと下がってこないと、商品、アメリカのやっぱりその消費者の方々、農産物とかが下がってこないと、インフレ抑制にもなってこない、物価高のまんまになっちゃうので、やっぱこのコモディティは希望的には下がってほしいですね。物価が安定してほしいなと思います。ここコモディティはそういう意味でも注目をしています。はい。あとちょっとビットコインですね。そう、なんか昨日の FOMC で一番上げてたのは、僕見てたら、仮想通貨が一番上がりましたね。とにかく。なんででしょうね。強気な発言があったから、一番その資金が抜かれるようなところに資金を投入するんでしょうかね。見てください。イーサリアムクラシックとか、ビットコインキャッシュとか、古参のコインとかがめちゃくちゃ上げてますよね。ちょっと本当に、ボラティリティが高すぎて信用できないんですけど、イーサリアムも昨日 10% ぐらい上げてたので、すごいなんか敏感に反応しますよね。で、ビットコインも多分今$24,000ぐらいまで出ると思います。イーサリアムも1600とか、はい、ぐらいまで戻ってきてます。ちょっとまだでもやっぱり仮想通貨は信用できない。持ってても信用できないですね。はい。という相場です。S&P の今ヒートマップを見ていきましょう。今日、決算で、ここで多分決算が出てるものとかわかると思います。あれ？メタがすごい落としてますね、今。アフターでメタも決算悪かったですよね。でも、そこまで下げてなかったんですけど、一気に行きましたね。これ決算絡みだと思います。すごい目立ちますね。決算ある時ってすごいわかりやすいですね。逆にまず赤色を見ていくと、
メルクも 3.18 だからこれも絡んでるかな。アマゾンはまだですよね。アマゾン、アップルは金曜日ですよね。あれ違うかな。ちょっと見てみますね。他の動きは特に大きい動きはしていませんね、今のところ。はい。これ多分、決算絡みもあると思います。ちょっと、ファイザーも 4% 落としてるので、見てみたいと思います。なんだこれ。コムキャストっていうとこが 10% ぐらい落としてますね。これ決算だと思いますね。こんだけ落としてると。はい。セクターで見ると、そんなに動きはありません。上がってるものも若干なんですけど、小型株ですよね。ネクストエリアエナジーって書いてるんです。これが 5.9% くらいですね。はい。今日ちょっと世界の動きも見てみたいと。利上げがやっぱりあってから、どういう動きをしてるか、ちょっと見たいです。さっきヨーロッパがそんなに反応してなかったような感じですね。はい。ちょっと久しぶり、世界の方も見てみます。カナダがそんなに変わらなかったです。ブラジルはそこまで上がってないか。上がってないですね。はい。それで、ヨーロッパですけど、あんまり変わらない状態ですね、これ。あんまり変わらないですね。プラスのものもマイナスも、若干マイナスのものがあるという感じ。はい。やっぱ昨日の FOMC の利上げは、アメリカだけの恩恵だったんだろうか。中国が真っ赤っかですね。中国はまた別の要因で、なんかアリババがまたマイナス 5% まで下がってますね。これ、ハイテクやられてますね、今日。ジンドンも 4%。これ全体的に中国がこれではやられてる感がある。今日は全体、上海だとそんなにやられてなかったんですけどね。なんででしょう。個別株は、ハイテクはやられてます。日本も、日本そんなに変わんないですね。はい。インドは良かったです。はい。こんな感じですね。あんまり FOMC の影響が受けてない世界の相場のように見えます。中国は逆に独自のなんか原因が出てると思います。はい。それでは、お花さんがあった。速報値、GDP 出て、ありがとうございます。やっぱ今日そうだったんですね。GDP でしたね。GDP はね、即座に反応しないんですよね。なんとなく相場に関して、即効性がちょっと薄いというか、気はしますけど、ここからでも、ね、どういうふうに、投資家は捉えていくかっていうところですよね。ありがとうございます。それではですね、音声がこれ、こうやってやるとなるんだと思ってるね、きっと。はい。すいません、なんか。シメディ、こんばんは。もう最初から、よろしくお願いします。最初からなりやがった。コミュニティのタブを初めて見ました。シメディ、最近はあまり食べませんね。シメディ、ソリッドステートドライブ良かったです。お花、こんばんは。よろしくお願いします。なんでしょうね、これ。お花、米国の GDP 第2、4半期前期比 0.9% 減。速報値。これね、あれなんですよ。わかりました。本当多分、Wi-Fi のせいですよ。僕のホーム 5G のせい。で、このライブを画面出すと、できるっていうことは、おかしいと思います。早く光が来てほしいですね。はい。まずですね、すいません。また、今日の特集をまず行きつつ、各個別株の方を見ていきたいと思うんですけど、今日紹介したいのはもう、皆様ご存知かもしれませんけど、後藤達也さんです。で、後藤達也さん、なぜ僕がいいなと思ったのか。もともとこの方あれなんですよね。最初ちょっと見ていただくと、日経の記者だったんですよね。はい。で、YouTube 始めたのはまだ3ヶ月ぐらいで、日経の記者を辞めてフリーになって、4ヶ月でももう
もともと、あれなんですよね。テレビで出てらっしゃったのかな？そのテレ東の日経のテレビっていうかありますよね。なんで、僕はTikTok であったりとか、チラチラ本当に見たりしてたので、よく出てこられるなと思って、で、YouTube もね、わかりやすいんですけど、一番ね、僕わかりやすいなと思ったのは、実はTwitter ですね。皆さん、どうです？情報源とかは Twitter とかも使ったりしてます？ポストプライムもあるのかな？で、今日、また、なんかTwitter とかで、決算であったり、いい情報がある方って言ってまた教えていただきたいんですけど、今日僕の方ではこの後藤達也さんが一人、おすすめというか、したいなと思います。で、まずTwitter がですね、こういう風に、なんていうのかな、簡潔に、まとまってるんですよ。パッと見てすごいわかりやすいですよね。で今日ちょっとこの今週の主なマーケット予定ということで、いつのツイートだったかな。で、7月26日から決算が日本とアメリカの、あと重要な、あと指標とかね、ここにありますよね。で、今日だったら、決算がアップル、アマゾン、インテル、ファイザー、メルク、やっぱりありましたね。とかね。それから、日本だったらキーエンス、村田製作所、パナソニック、武田ってことで、僕も今日、サムネイルの方で出した、大型株とか、日本でも代表する企業の決算、いくつかロゴっていうかね、出しておいたんですけども、ほとんど押さえてありますよね。はい。ということで、この、後藤さんの、この分かりやすいものっていうのはぜひね、見ていただくだけでもいいかな。あと個別の、決算の、例えばその、収益とか、なんていうんですかね、速報値とか、あと、そういったものはいろんな方がね、ツイッターでやってるので、探すと、米国株決算って入れていただくと、あるんですけど、後藤さんはもうちょっとマクロ的なところで予定とか、そういうのを書いてくださってるので、本当に見やすいと思います。はい。ちなみに、今週、今、木曜日が今日、明日が、決算は明日はね、多分エネルギー関係がありますね。エクソンモービルとか P&G、あと、僕で言うとシェブロンもそうかな。で、日本がソニーとかみずほとかありますので、これ土曜日にやっていきたいと思います。はい。ではですね、ここに書いてあるかな？書いてありますね。4月から6月のさっきのお花さんが書いていただいた GDP 速報値というのもあります。この、実は速報値っていうのも大事でしたよね。はい。だから、ちょっと動きがあるのかもしれないですけど。で、明日は、そんなに大事かどうかはわかんないですね。僕の場合、CPI とかは大事にしてるんですけど、これ物価指数は、どれだけ6月のね、PCE っていうのはどうかわかんないですね。はい。あと雇用統計とかね、そういったところは大事にしております。はい。で、これをずーっと見ていくと、後藤さんの方は、この FOMC の解説もしてくれていました。見やすいですね。こういう風に作るといいですね。これが FOMC のプレビューが出てますね。はい。すごいですね。はい。0.75 利上げ優勢、1.00 可能性も、正解は、はい、0.75 でしたね。はい。9月以降の金融政策の運営の視点が焦点。インフレや景気後退リスクをどう評価するか。その後、市場は年末頃の利上げを想定しているかとかね。本当に焦点をわかりやすく書いております。で、ずーっと行くと、もうここで、ボーンと出してますね。ボーンと出してます。市場後の反応、パウエルさんの動き。で、ここですね。はい。ちゃんとこの FOMC のポイントはということで、0.75 の利上げ大型の予想通り。それから、政策金利が 2.25 から 2.50 にピークを迎えるということにあります。だから、
大方の見方としてはソフトランニングをしていきながら急に上げずに、徐々にまだ利上げをしていってっていうようなイメージになるのかなという感じでしたね。はい。ナスダックはね、最後 4% 高かったです。お父さんもこれ、この夜見てたのかな？はい。ということが、簡単にまとまっております。はい。利上げの話もね、こうやって簡単にまとまっておりますね。あとはこれは、この利上げのこの、なんていうんですか、この利上げマップっていうのも出してますね。ここ。今ここだよっていうことで。予想としてはここからソフトランニングしてこういう感じで、僕らはもうみんな 3.25 っていうところが一つポイントかなと思ってるんですね。ピークとして。なので、今ちょっと 2.6 とかそういうところにもいたりしますけど、3.2 っていうところ。ここら辺が一つポイントじゃないかって。これが見えてくると、なんていうのかな。米国株の、底打ち感っていうのもまた変わってくるのかなと。ただ、景気はリセッションとかもありますんでね。はい。はい。これぐらいかな？はい。それではですね、チャートの方を見ていきながら、決算の方をちょっと紹介していきたいなと思います。こっちじゃなくて。またね、今後も後藤さんのこの簡単にまとまっている、記事っていうのを紹介していきながら、全体の相場感を、解説もね、していきたいなと思います。本当に、すごいです。本当わかりやすいですね。はい。あんだけわかりやすかったら本当に、YouTube もあっという間に20万人ぐらいなってましたよね。はい。素晴らしいなと思いました。はい。相場の方こちらで出していきますね。それでは、ちょっと簡単に、パッと見ていきたいと思います。これ、Apple の1時間足から見ていきたいと思います。Apple は、決算は今日の明けですので、市場的には明日に相場反映されてきますね。はい。次行きます。Amazon は、出た？今になってますね。出てないんじゃない？まだ。まだ出てませんね。トレーディングビューでは今日になってますけど、明けだと思います。次。さあ、メタはもう皆さん見たのかな？今、相場スタートして、結局は、決算の収益の方が、ミスですけど、3% ミス。売上はね、そこまでミスをしてません。ただ、俺マイクでこれ見えないな、自分が。次の予想も良くないので、ちょっと今耐えてる感じですね、メタは。はい。昨日の時点ではね、決算出た時にね、アフターでそんなに落ちなかったので、大丈夫かなってみんな思ってたと思うんですけど、今日始まったらズドーンと落としましたね。でしかもこの落としてる位置が、史上最安値に近い。史上最安値が155なので、ここですね。これすごい、155の位置ってもう、何回も落としてますね、ここ。155。ここまでは落とすんじゃないか。今、落としたね、155まで。1回、2回、3回、4回ありますもんね。はい。メタは今ボトムなのか、これでも155下抜けちゃったらもうストーンといっちゃうのちょっと大変ですね。はい。という状態です。アリババ先だったので、ツイッターもいいですね。マイクロソフトもやりましたね。クアルコム行きましょう。半導体ですね。あれ？えらい落としてるじゃないですか、半導体も。昨日、決算があったんじゃないです？昨日結局決算のあったところは、別にどさくさじゃないんですけど、パウエル議長の、お話で、お祝いムードになっちゃったんですね。だから決算で悪かったやつも、そんなに悪い数字出なかったのに、今日
開けたら、やっぱ決算の良くないものは落としたりしてますね。ただ、クアルコムは決算悪くないですね。両方ともクリアしてますね。次の売り上げも、あれ悪くない。うわ、これ半導体はちょっとやられましたね、これ。ちょっとわかんないです。これ、クアルコムだけ、こんだけ落としてるかもしれないんですけど。あ、そうですね。ちょっと他の半導体も見ますね。これはまだか。テキサスはありましたね。テキサスインストゥルメントは決算終わりました。これは素晴らしい決算出ましたね。はい。テキサスインストゥルメントは、売上も収益も大幅にクリアしてます。半導体でもしっかりクリアしてるとこは上がってますね。はい。よかったです。この形見れて。はい。ラムリサーチ見てみます。ラムリサーチはちょっと今下げてます。決算終わりました。はい。クリアしてますね。決算、売上も収益もクリアです。次の収益もいいですね。これいいのに、ちょっと落としました。1.81 か。はい。今ちょっとボトムに、今1時間足で見てもちょっとボトム値が耐えてるところですね。ここの453というところ。平行線が来てますけど、ここで止まってます。はい。テラダイン見てみましょう。これ今半導体銘柄紹介してます。テラダインの方は、決算は売上、収益ともにクリア。次の予想も悪くないです。でも 3% 落として、わかった。決算の時には上がって、しばらく、昨日2日前決算だったんですね。その時はバーンと上がったけど、ちょっと戻した感じですね。でもこれは、1時間足で見てるんで悪くないですね。日足で見るか。日足に変えますね。この方が決算と分かりやすいので。そうですね。昨日、2日前に決算があって、で、バーンと上げて、ちょっと戻したんですね。はい。半導体全体が悪いわけじゃないみたいですね。いい決算出してるところは、ちゃんと評価されてるみたいです。はい。業界全体が悪いわけではなさそうです。スカイワークソリューションはまだですね。それからマイクロストラテジーちょっと見てみましょう。まだか。ビットコインが最近上がってたので。ペイパル見てみましょう。あれ、ペイパルもまだでしたね。ちょっとなんか噂があったんですけど、まだでしたね。スターバックス、マクドナルドはまだですね。はい。次行きますね。マクドナルドこの間やりましたね。目立ったところは、フォードはありましたね。フォードもありましたね。フォードですけども、共にクリアしてますね。はい。売上収益ともにクリアです。やっぱガソリンの関係ですごい悪かったですけど、ずっとね、ガソリンとあと、原油高とかそういう関係とか、景気の関係もあると思います。うん。今回、あれですね。フォードは、予想よりかなり高い、サプライズ大きかったですね。だからか、上げてますね。久しぶりに。ボトムみたいになってますね。ちょっとここ見てくださいね。はい。ちょっと今日ちょっとだけ下げてますけど、でも 3.53 上げてます。フォード良かったですね。はい。このずーっと下落トレンドからちょっと抜けてくるといいですね、フォードは。はい。GM はこの間やりましたね。コーラもやりました。ペプシもいいです。ウォルマートこの間ね、下げた理由分かりました。なんか経営者っていうかなんか縮小するっていう発表したみたいですね。この下げてたのは。はい。決算はまだ先ですね。はい。それから、インテル見てみます。
インテル、あれ今日の明けですね。ごめんなさい。今日の明けでした。銀行は終わってます。ビザは終わりましたね。この間やったわ、ビザ。はい。上がってました。ファイザー終わりました。いいですね。ファイザーですけども、売上収益ともにクリアしてます。次回の予想はあんまり良くないです。今、でも決算終わって、ちょっと下げてますけど、揉み合ってるところです。今は。はい。じゃ米国の方いっぱいやっていきますね。で、冷やしを出してるので、前回の決算とかも見えるようになってます。G やりました。ボーイング。まだ先ですね。3M。3M どうだったっけ？終わりましたね。あれこの間やった気もしてないんでもないけど。はい。パーンと上がってますね。あと目立ったところで覚えているのは、あれ、ホームデポも後かな？後だ。ごめんなさい。メルクがあった。メルク、見ましょう。さっき今日下げてましたね。メルクですけども、メルクはクリアしてますね。売上収益ともに。次のガイダンスというか、次の収益とか。悪くないですね。メルク悪くないぞ。数字的には全然悪くない。はい。今日、1.96 ですけど、一回ズドンと落として今戻しましたね。ちょっと。戻してますね、メルクは。はい。全体の相場としては、今回まだサプライズがあるという感じじゃない。ちょっとメタが気になりますけどね。はい。他の商品は、そんなに決算で前みたいにネットフリックスみたいに 20% 落ちるとか、そんな変なのはもうないですね。今回は。昨日の利上げの、FOMC の関係で、少し、米国株がそこで助かってる気はします。はい。ということで、多分明日の、相場では、アップルと、アマゾンが来ますので、やっぱ時価総額が1位と3位とかね、大きいものですので、相場には大きい影響を与えてくるかなと思います。アマゾンもしかしていいかもしれないですね。最近悪いニュースもありましたけど、なんかチラチラっと、いい決算が出てくるかもしれないとか、あとその次のガイダンスというか、Q3 の、売上予想とか収益予想がいいかもしれないですね。そうすると、大型株がね、今のところ、Google とマイクロソフトはちょっとやばかったですね。だけど、FOMC に今助かってる感じで、そこまで下げなかった。テスラもそこまで下げなかった。なので、もうこの、あと、明日がうまく乗り切れば、大型株がね、そこまで沈まなければね、ちょっと底打ち感が出てくるのかな、なんていうのは感じます。はい。それでは、引き続き、少しずつ、日本株の方が、決算が出てきてるので、いろいろ紹介していこうかなと思います。最近日本株も少しずつはね、見るようになりました。で、ツイッターでいろいろ探してるんですけど、なかなかないっていうか、日本株の決算をまとめてる方が少なくてですね、やっぱ自分の持っている、ものはあったんですけど、保有しているものは、やっぱ決算見るんですけど、決算マンさんみたいになんか出てるのが少なくてですね、情報が。なんでちょっとね、僕も独自に、テクニカルを見てやるしかないんですけども、ちょっと待ってくださいね。じゃあちょっと日本株パッと見てきますね。この近く、ちょっと待ってくださいね。今、調べて、日本株の方のがまだデータ不足なので、出ないですけど。注目したいのは、日本株の方は、
あれか、新州のやつか、信越電気工業か。ちょっとパッパッとこれ出してきますね。ソニーはまだ先ですね。キャノンやりました。あ、このサイバー、日本電産終わってますね。ちょっと紹介していきますね。日本電産いいですね。収益も売上も今回クリアしてます。7月20日ですね。次のガイダンスもいいですね。あ、ここは面白いですね。日本電産は面白いですね。NEC ですよね、これ。だいぶ下げてきましたもんね。ちょっと短期的には面白いと思います。トヨタ先。ホンダも先ですよね。8月の終わりですね。それから、武田が終わ終わりましたね。そうですね。武田薬品工業。はい。売上ともに、収益ともにクリアしております。よかったです。武田が調子いいとなんか嬉しいですね。やっぱり、配当も高いし、安定してるし、まあ、海外にもちゃんと ADR として出してますしね。世界でもあれですね。武田は、薬品業界で9位だったみたいですね。はい。次の予想も売上予想というか決算予想も悪くはないです。高い位置にいます。なので、武田はもっとっていい気はしますね。はい。次いきますね。パナソニック終わってます。今回GE も、ほら、ゼネラルエレクトリックも米国株で良かったですね。はい。パナソニックも今回は電気関係良かったですね。はい。次回の収益というかも、決算もいいですね。はい。なのでパナソニックはちょっとこの調子で夏場、何もなければいいかもしれません。もともとまあ安定している業種なのでね、見ていただくとわかりますけど。はい。こんな感じなので、そこゆるい感じで安定してね、配当狙いでもいいのかな。パナソニック配当どれぐらいあるんだ？ 2.69 か、そんなにないですね。ただ PR が 10.1 なので、割安感は出てるかもしれません。はい。安定していると思います。好みだな。やっぱり。ブリヂストン。まだ先です。JR 東海。終わりました。JR 東海。うわ、すごいですね。あれ何ですかこれ。JR 東海は、前回が悪すぎたのかな。決算の利益率がめちゃくちゃ高いですね。サプライズがすごいですね。762% でした。売上はそんなんでもないですけど、利益がすごいな。すごいですね、これ。これサプライズだ。JR 東海は。次回も悪くないですね。はい。配当はないけど、これ面白いですね。PR が130ってめちゃくちゃ高いですね。EPS も高い。割高感があるんだ、これ。ただ今、こういう状態なんですね。本当にコロナがちゃんとうまく開けるかどうかだけですね、これは。よくでも今回収益良かったですね。でも、そっか。この3ヶ月ですもんね。この3ヶ月は良かったんだ。はい。JR 東海は良かったですね。サイバーエージェント。終わりました。これあれですね。アメーバ関係ですよね。なんか、決算が、売上が収益がすごい落ちてますね。収益が悪いです。PR が高いんですね。割と新しいところなんかもしれないですね。24.8 ですね、PR が。次回の決算も悪くはないですけど、今回収益がかなり落としたことでか知らないですけど、かなり今日相場で
落としました。何%落とした今日。5.75 落としましたね。ちょっと、まずい状態ですね、これ。はい。ということですね。決算でちょっとミスしてますね。ファナック。ファナックね。はい。終わりました。ファナックもちょっとミスってますけど、収益が。でも、そんなんでもないです。悪い位置ではいません。次回のガイダンス、次回もいいですね。はい。まあまあいいです。なので、ちょっとミスったぐらいですので、まあこれ見ていただくと、ちょっと、この決算からの3ヶ月は上昇している相場に見えます。はい。まだ、これもう終わったんですね。ファーストリテイリング終わってますね。そうそう、もうユニクロとか俺ダメなのかなと思ったんですけど、皆さんあんまり注目されてたかわかんないですけど、前回の決算ぐらいからね、上がってきてるんですよね、ユニクロが。これ、海外進出の関係、国内のことじゃないかもしれないんですけど、海外の方でいいのかな、ユニクロが。ファーストリテイリングはここはボトムをつけて、最近ずっと上昇トレンドにいるんですよね。はい。ただ、株が高い。これなかなか買えない株だなっていう印象があります。CFD があるので、もしPayPay 証券でやられてる方は結構安くね、ファーストリテイリングも買えると思いますけどね。はい。あとちょっとだけやって終わりますね。あと、主だったところってありました。信越科学ってどこにあるんだろう。信越科学が確か、これか。僕は信州にいたので、ここ知ってるんですけど、信越科学ですね。決算終わりました。クリアしてますね。両方とも。結構高くクリアしても 20.59。売上の方も 11.46 とクリアしてます。次回の予想もいいですね。パーフェクトですね、これは。数字的には。今日 4.19 上がっております。ただ、前回がミスしてるので、前回が決算ミスをしているので、前回からちょっと落としましたけど、戻ってきてる状態っていうことですね。はい。信越化学工業というところでした。あと1個ぐらいあったかな？ソフトバンクもまだですよね。ヤフーはまだですか。まだですね。あと1個。日産、ニトリ、全日空後ですもんね。日本郵政、任天堂はまだ先か。日本株はラッシュが8月の上旬にありますね。はい。JR もう明日か。ぐらいですか。みずほが、そういえばみずほが終わってなかったっけ？これみずほかな？みずほ明日ですね。はい。ということで、すいません。明日が結構多いみたいですね。はい。土曜日、相場がないので一気にいろいろ紹介できるかなと思います。決算の方ですけども、僕の方は大型株中心に、あと CFD で、扱っている銘柄中心になります。なので、米国株の方はだいたい70銘柄ぐらい。日本の株の方が50銘柄ぐらいということでね、ちょっと注目されている細かい、銘柄とかも入れてなかったですけども、また何かね、決算とかで気になる、銘柄とかあったらね、また、教えていただけたら、チャートの方もね、解説していきたいなと思います。今週は、あと大きい動きをするものが何かあるかな？特にはない。とにかくあと、大型株がね、金曜日出てきますのでね、ここがセーフだったら、アメリカがちょっと安心になってくるかな、と思います。言っちゃっていいよな、今。ということでね、長期積み立てされてる方ね、この時期ぐらいにどうかな、やってもいいかなって思うかもしれません。はい。それでは、今度土曜日ですね、23時から、決算また中心にね、
いろいろお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。シメディ、お疲れ様でした。